朝顔は日本の夏の風物詩です。小学生の時、夏休みに入る前に理科の時間に育てた朝顔を自宅に持ち帰ったのを覚えています。朝顔のモチーフは浴衣やうちわの柄によく用いられます。朝顔が日本にもたらされたのは奈良時代末期に遣唐使がその種子を薬として持ち帰った時とされています。江戸時代には朝顔ブームが起こり、品種改良が大きく進んだそうです。朝顔に関する歴史上の逸話として、朝顔の茶会というものがあります。天下人豊臣秀吉は千利休の屋敷の路地に美しい朝顔が咲き乱れているという噂を耳にし、朝顔の茶の湯を所望しました。当日、秀吉が利休の屋敷を訪れると、庭には何もありません。いぶかしがりながら茶室に入ると、そこには見事な朝顔が一輪だけ生けてありました。これには秀吉も大いに感心したとのことです。美しい朝顔をたくさん見せるのではなく、その中から最高の一輪だけを見せたのです。わび茶を完成させた利休の美学を象徴するかのようなエピソードです。江戸時代中期の絵師俵屋宗理は18世紀に朝顔を描きました。葉には垂らし込みという技法を使い、抑えた色彩で描き出しています。画面中央がぽっかりと開いている斬新な構図です。江戸時代後期の絵師酒井抱一は1823年に12ヶ月花鳥図を制作しました。12の月それぞれの季節の草花を描いたものです。7月はトウモロコシ朝顔に青ガエル図です。青色の朝顔とともにそれをじっと見つめているような小さなカエルが描かれています。抱一の弟子であった鈴木喜一の朝顔図屏風は、江戸時代の朝顔ブームに乗ったかのような豪華な作品です。この作品を見ると、時代は異なりますが、利休の庭で美しく咲き誇っていた朝顔を想像してしまいます。金地は真夏の太陽のようです。尾形光琳が18世紀に描いた柿椿図屏風と同じ色相が用いられていて、柿椿図屏風の変奏曲のようです。咲き乱れる円錐形の青い花々と、光の方向に大きく開いた緑の葉とつるとが全体としてスパイラルを描きながら躍動しています。喜一と同時代を生きた浮世絵師歌川広重が描いた作品は、青、赤、白にまだらの朝顔の花が大きく咲き誇っています。広重が描いた朝顔に鳥と傘には、鳥と朝顔とが朝を知らせるものとして登場します。この絵には次のような歌が添えられています。泣けばこそ別れを急げ鳥の音の聞こえぬ里の暁もがな。
鳥が鳴くと別れを急ぐことになる。夜明けの鳥の声が聞こえない里であればどんな匂いであろうかという意味の歌です。